この世界にはヒーローがいる。どうしましょう。仕事に行かないといけないのに子供が泣いて。俺が何とかしよう。その声は保育士マン。働いているご両親の代わりに俺がしっかり面倒を見よう。助かるわ。ありがとう保育士マン。子供に教育を受けさせたいけどどうすれば。なら私が教えますよ。教師マンありがとう。ありがとね。もう自分では歩けないから。大丈夫だよ。この介護士マンに任せて。荷物お届けしましたよ。ありがとうドライバーマン。彼らは我々の生活を支えてくれる素晴らしいスーパーヒーロー。誰からも尊敬され幸せな生活を送っているわけではない。ちょっと贅沢すぎるな。自炊しないと。はあ、今月も厳しそうだな。ひもじいな。お疲れ。って元気ないな。今日給料日だったんだけど、この給料じゃね。自分たちすごく大切な仕事をしているのに、なんでこんなに給料が低いんでしょう。そうだよ、こんなに忙しいのに。ヒーローってもっとかっこよくてお金持ちのイメージだったんだがな。社会のヒーローたち、なぜ彼らの給料はこんなに低いのか、その秘密に迫ってみよう。抵抗ペンギン。社会に必須な職業の給料が低いのはなぜなのか。よしやるぞ。こうなったら抗議しよう。抗議って一体誰に？決まってるじゃん、雇い主だよ。それで変わるものなのか。どうせ上がお金めっちゃもらってるせいで僕らの給料が低いんだ。だったら文句を言うしかないでしょ。お疲れ様介護士マン。今週も忙しかっただろう。いつもありがとう。所長、お願いがあります。なんだい？僕の給料を増やしてください。の他人の命を預かるヒーローなのに給料が少なすぎますよ。もっと僕に給料を。すまないがそれはできないんだよ。なんでですか？所長の取り分が減るからですか？それは違う。実は私も大してもらってない。介護士ヒーロー、いやヒーロー全般に言える話だが、君たちの給料が少ない理由はとてもシンプルで残酷な理由があるんだよ。それは？君たちヒーローのような人のために働く仕事はね、儲からないようにできているんだ。人のために働く仕事は儲からない。どういうことですか？その前に、実は介護士マンの給料を増やすにはとても簡単な方法がある。何ですか？ぜひそれをやってください。介護サービス料の値上げだ。例えば介護サービス料を値上げして2倍にする。そしてそれを払えない人を切り捨てれば、君の給料はうなぎ登りだ。でもそうしたら孤独死する老人は今より増えるだろうね。そして介護に悩む人も。でもそれは。そう、社会通念上許されない。だからこそこれはできないようになっている。介護士マンの報酬は介護保険制度で条件が決まっていてね。じゃあ勝手に値上げとかは？もちろんできないようになっている。だから最初に言ったことに帰結するんだ。人のために働く仕事は儲からないように、この世界はできてるんだよ。市場の例外ってことらしくてさ。俺も同じことを園長に言われた。保育園は国からの補助金も保育料も上限があるからって。結局たくさんの人が僕らの助けを得られるように価格が上がらないような仕組みができてるんだね。シャチの方はどうだったんだ？それがヒーローの仕事は市場の例外だから給料を上げられないって言われて。市場の例外？何それ？自分も聞いたんですけど、うまく説明できないからって言われちゃって。あらら。社会学に詳しい人ならわかるって言われたんですけど。なら隣の人に聞いてみようよ。隣の人は教師マンなんだよ。担当が社会だったはず。市場の例外？そうそう、それを教えてほしくて。昔社会でこういう図見なかったかな。覚えがあります。確か需要と供給だっけか。市場のメカニズムを説明するやつ。需要が高く供給が少ないほど価格が上がり、需要が低く供給が多いほど価格は下がる。
という仕組みだね。でもこれがどうしたの？市場の例外というのはこのメカニズムにヒーローたちは当てはまらないという話なんだ。え？市場を支えるものは評価されない。言われてみれば確かにそうだな。保育士マンも介護士マンも人手不足が叫ばれてますけど給料が低いですもんね。それにドライバーマンもそうだよね。あと自分で言うのもなんだけど教師マンもそうだね。でもなんでなの？需要があれば価格は上がるはずじゃん。やっぱり価格が上がらないようにコントロールされてるからか。それもあるけど市場の性質のせいもあってね。市場の性質？実は市場は需要があれば価格が上がるわけではなくて、お金を稼げる人の需要があれば価格が上がるという性質なんだ。え？育児や介護も確かに需要があるけど、サービスを受ける人は乳幼児や老人だよね。確かにお金を稼いでいる人じゃないな。だからいくら需要を満たしてもその人はお金を稼いでいないからビジネスとしては成功しない。つまり市場では評価してくれないんだ。何それ？なんか嫌なんだけど。それに実は市場にはもう一つ性質があって、それが市場は市場を成り立たせる仕事をマイナスに評価するというものなんだ。はぁ？待ってくれ。市場を成り立たせる仕事をマイナスに評価するってことは、人を育てる仕事だけじゃなくて、電気や水道などの生活インフラ、教育、福祉、物流、農業などの一次産業もそうだね。生活を支える仕事の全てじゃないか。僕もう市場が嫌いになりそうなんだけど。正直自分はもうなってますよ。でもなんでマイナス評価なんだ？理由は2つあって、1つはさっき言った通り、市場はお金を稼げる人の需要を満たすものだからね。もう一つは、市場は私たちヒーローを努力していないと判断するから。努力していない？市場を支えるということ。はぁ？僕らめちゃくちゃ努力してますけど。そうですよ。毎日遅くまで働いて。分かってるよ。でも市場はお金を稼げる人が対象だから。俺たちはお金が稼げる人に対して努力していないって判定になるってことか。そういうことだね。何なんですかそれ？市場は競争社会だし、競争に打ち勝つために時間を使うことを評価するからね。その市場がそもそも存在できてるのは僕らヒーローのおかげなのに。俺たちヒーローを苦しめる存在は市場そのものだった。でも俺たちヒーローが守るべき市民はその市場によって支えられている。どうすればいいんだろうな。保育士マン助けて。行かないと。保育士マン参上。ちょっと保育士マン早く来てよ。すまない。少し考え事をしていて。ヒーローでしょ。私たち市民を支えるのがあなたの仕事なんだからしっかりしてよ。そうだな。これが俺の仕事だ。たとえ市場に評価されず給料が上がらなくても、どれだけ生活が苦しくても、この仕事には社会的意義があるんだ。だから俺は必要なんだ。でもまったくヒーローなんだからヒーロー活動くらい当たり前にやってよね。こっちが困るんだから。市場が存在するために、市民が生活するためにいて当たり前、存在して当たり前、そんなのって何のために俺はヒーローをやってるんだ。見つかりませんね。どこ行っちゃったんだろう、ペンギンくん。残ってたのはこれだけですか、ペンパイ。あれから保育士マンはペンギンはいなくなった。でもしかしそれでも世界は変わらず回っている。保育士マンがいなかったら仕事にも行けなくなるわね。別の保育士マンに頼めば大丈夫よ。きっとそのうち現れるわ。それもそうね。さあ仕事。そうやっていつまでも使い潰すのかな。ヒーローはみんなを助けてくれる存在なら、ヒーローを助けてくれる存在はいつ現れるんだろう。ついに今日は新しい調子が来るのが来るぞ。バカ野郎、死ぬ気か。プレッシャーでこれは大変なことになるぞ。どうする自分。上下関係を逆転させてやりますよ。俺は今日絶対に定時上がりする。
しかしてコラボイベント開催中。テーペンウォーズにあの今月のカレコレが再び登場。今回はなんとドライが体験入社するぞ。俺様がジギジギに仕事を教えてやろう。イベントでは限定キャラが手に入るぞ。テーペンウォーズで検索。インストールよろしくな。ピチピチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みまーす。明日も仕事なのにやめられない。